暗い森の中に壊れた寺がポツンと立っていました。高い木々に囲まれ寺へ続く道はありませんでした。太陽の光が寺に届くことはめったにありませんでした。神社の近くの梅の木で小鳥が歌っていました。小鳥は梅の木に歌い春を忘れないようにと願いました。ある日、ワキキという若い侍がやってきました。彼は森の中で道に迷っていました。彼は寺を見つけ、そこで眠ることにしました。嵐が近づいていたので、寺は彼に避難場所を与えました。彼は街灯にくるまって眠りました。夜、奇妙な物音で彼は目を覚ましました。外を見ると幽霊猫が踊っていました。猫たちは大きな音を立て奇妙な歌を歌っていました。その歌は猫たちが近くにいることを疾平太郎に言わないようにというものでした。ワキキは隠れて猫たちを見守りました。やがて猫たちは森の中に姿を消しました。彼はまた朝が来るまで眠りました。昼間、ワキキは道を見つけ、それをたどっていきました。彼は緑の野原のある小さな村に着きました。彼はお腹を空かせていたので、一軒の家に入りました。泣き明かして目を赤くした少女が彼に会い、朝食に招いてくれました。彼女の両親は彼を歓迎し、ご飯とお茶を出しました。食事を終えると、ワキキは両親に礼を言い立ち上がって立ち去りました。老人はもう幸せに離れないと言いました。ワキキはなぜ悲しいのかと尋ねました。老人は恐ろしい話を語りました。毎年森の鬼が生贄を要求します。村は一番美しい娘を生贄として捧げなければなりませんでした。娘は檻に入れられは異教となった寺に連れて行かれました。朝になると娘は姿を消し、二度と姿を見ることはありませんでした。今年は老人の娘が選ばれました。ワキキは少し考えました。彼は猫たちが歌っていた疾平太郎のことを思い出しました。彼は疾平太郎とは誰なのかと尋ねました。老人は疾平太郎は王子の飼っている強い犬だと言いました。ワキキはいい考えを思いつきました。彼は家族に娘を家に閉じ込めておくように言いました。彼は王子のところへ行き、疾平太郎を借りたいと頼みました。王子は犬が無事に帰ってくるならと承諾しました。ワキキは疾平太郎を村へ連れ帰りました。日が沈むと彼は少女の代わりに稲を欄に入れました。檻は寺へ運ばれました。檻を運んでいた男たちは急いで逃げ去りました。ワキキは再び寺の中に隠れました。夜は静まり返り、彼は眠りそうになりました。すると化け猫たちが栄唱を歌いながら戻ってきました。彼らは踊り恐ろしい音を立てました。大きなオス猫が欄に飛び乗りました。彼は女の子が入っていることを期待して檻を開けました。しかし疾平太郎が飛び出して攻撃してきました。犬は勇敢に抵抗し、他の猫たちは驚きました。ワキキは剣を持って飛び出し犬を助けました。二人は力を合わせて幻の猫たちをすべて倒しました。ワイキキは犬の勇気を称賛した。二人は村に戻りました。少女は無事でとても幸せでした。少女は命を救ってくれたワキキに感謝しました。ワキキは本当の英雄は疾平太郎と言いました。村はついに恐怖から解放されました。